バドンカドンクのポッドキャスト。Oh! Damn! That's a Badonkadonk. 始まりました。 You like that? 好きじゃないいや、俺もあんま好きじゃなかったほなすなまあすっごいバドンカドンクな人おったんやなっていうのは最初思った、ちょっと嫌だなのが、例えば誰かが初めてこのエピソードで見たら嫌だ、確かにな、可能性あるからね。そうこっからクリックしてくれた人おるかもしれんから。うわ、それいつもそんな変なのやってないから、別の前のも見てください、で別の前のも見てやってるやんけってなるかもしれないけどね。違いわかんねえってなるかもな、なるかもしれないけど、普段は丁寧にやらせていただいておりますので、でこの前さ、桜のエピソードを話したやんか。Yeah. でそれでさ、先輩後輩の話もまたしたいねって言ってたけど、今回それじゃなくて、暗黙のルール、暗黙の了解というか、それって、unwritten rules かな。アンリトンルール、 unwritten rules 書かれてないルールって言うんや。そうそう、すごっ。それだよね。そうその言わないけど、もうこれはルールとしてみんなが、みんなの常識みたいな。 OK、 じゃあ、unwritten rules なんかあるなみたいな話してたからさ、これって案外さ、自分たちは分からんけどな。そうだよね、多分俺本当にアメリカ出たから分かるの、そうやんな、you know? 自分が外で見たら、これって暗黙のルールやったんやで、日本これ暗黙のルールあるなって分かんねんな。いやあると思うほんまに、だから俺例えば、このアメリカの一つは、人を長く見たらダメなの。Yeah, that's an unwritten rule. 100% 長く見すぎたら喧嘩になる。怖っ。本当に。見ちゃうかも。じゃあさ、めっちゃあの人変やなとかさ、思った時、どうやって見たらいいの？いや、だから日本人はこういう目だから多分長く見えるやん。だからこっち見ながら見えるじゃん。そんなシマウマみたいなものではないのよ。外がよう見えるみたいなじゃないから。アメリカ人の目は縦上なの。縦上って何？縦下？縦下でもないよ、普通に。上下？すごいね、上下。漢字ドリルに書いてあったん今他のコンテンツで漢字学習してるんでよかったらそれも見てほしいんですけど、結構上と下の漢字早く出てきて上下って言うんだってうわ、役に立った。それはすごいこうやってね、使って学んでいくんでね、言葉って。うわ、で、サイドとサイド何やったっけ？左と右な。あったの。私の名前はゆき。さゆき？さよう。さゆ。Fuck, tell me. また言うた自分でピー入れや左右ね。左右。そう、左右。そう、日本人の目は左右が強い。で、アメリカ人の目は上下が強い。違うから。目は目や。OK。何の話したっけ？いや、クレイジーな人見たら長く見ない。見すぎたらあかん。でも言ってる意味はわかるかも。でも失礼になんねや。そう、アメリカ人なんかタイマーがあんねん。ほんとあるあるが、例えば学校で、廊下を通るやん。ちょっとこの見て、例えば目があって、で喧嘩。そう、F1 みたいにパンパンパーンって。Yeah。それは女の子も？いや、男同士。女の子がこう目合ったときはパンパンパンってなんでキャットファイト起きんねん女の子同士やと。Yeah。男の子と女の子やったらパンパンパンでPDA よくこれね、スクールっていうやつでまた見てもらえたら、なんで前のコンテンツばっか紹介してんねんここで。 Wow, OK But それはある、アメリカで。だから気をつけて。見すぎたらあかんねや。へえ。特に男同士。そうなんや。喧嘩になっちゃう。Yeah.
見ちゃうかもしれんな。気ぃつけないと。暗黙のルール？いや日本はありすぎると思う。確かにあると思う。もう私さ気づいたけどさ、暗黙のっていうかさ、普通に靴脱ぐもそうやんな。Yeah もう暗黙のっていうか当たり前の常識みたいになってるけどさ、Yeah 他の国からしたらYeah でもそれが俺たちの、like、定番の like like take your shoes off on more like Japanese style みたいな or Asian style ってもうつながってるから。まあ普通のルールか。そうだから知らないの教えてほしい。それはもうまさにさ、桜のところでちょっと話したやつやけど、先輩後輩の中とかってめっちゃあんねん。まあ上司と部下で、前話したのが、上司が飲み会とかご飯行った時に上司上の人がお箸をつける前にこっちが下が食べちゃいけないっていうな、やったやろ、それともう一個あってさ、乾杯するときに、乾杯ってコップ合わせるやん。その時のコップの高さ。Dude これ俺それ多分2年目で知った。芸歴2年目の時に、外歴外歴じゃない外歴2年目ほな外人歴は2年目の時に学んだそれ。そう芸歴じゃなくて外人歴の時か。ちょっとその、英語で意外と見てる人もいるから、それをどういうこと多分本当日本人以外知らないからこれこのコップの高さね。だから乾杯するときコップの高さが同じ高さやったらあかんねん。自分が部下下の人だったらコップをちょっと下にずらしてぶつけんねん。だから俺が後輩先輩、上だったら、like ちょっと今ね動画やと勘でやるけど、私が後輩？俺後輩。じゃあはい。I go それもか。そうよう気づいた。Yo you two-handed 乾杯。よう気づいたな。うわその座り方But日本も like two hands ってよく、like 後輩はね乾杯ってしたら、cheers って like した right コップの down 下に添えて手を添えてでちょっと下にずらしてぶつけるっていう。なぜそれ知ったのが、多分なんか2人がボケようとしてて、多分みんな見たことあると思う。誰か1回は全員やったことあると思う。そのいやでみんなもう下まで行くの。下行って。そうだから地面のぐらいのところで乾杯する。はいやりすぎってやつな。それで何やってんのって聞いたら、確かにもうまずそのルールを知らんと意味がわからんことやもんな。普通に2年目の外人としては、wow, that's interesting 面白い。2年目の外人としてって面白い。2年目の外歴せやな、知らんよな。あれ面白いわ。他ね、飲み会じゃない、ご飯とかもやけど、座る場所もある。上座下座っていうねんけど、上手下手、でもそういうこと。舞台と同じだよな。そう間違ってたかも。こっちが神な。神の左手って覚えてんね私。神の意味は違うけど、でそのお客さんの方が上っていう風に考えるから、それは右側が神ってなんねんけど、それと一緒で、その神っていうのが偉い人、ゴッドじゃないねんで、この神は上な。字幕のために言ってる今。Thank you 考えてくれてんだで要するにどこがじゃあ偉い人の席かって言ったら、奥やねん。多分マフィアと同じ。マフィア知らんけどそう、ゴッドファーザーが座る席に一番偉い人が座る。the head of the table っていうもん。そう、奥でその順番があるみたい。それはタクシーとかもやねん。車乗る時もどうやって、じゃあ一番偉い人はどうやって乗せる？一番偉い人を運転手の後ろやったと思う。で前に一番下じゃなかったかな。お金払ったりするから。多分な。ちょっとそれはマナーの本読んでほしいけど、マナーの本あるからDamn 日本をちゃんと、そういう暗黙のルールはあるかもしれない。帽子外して挨拶するとかね。それもある。ちょっと酒のやつだけど、うちらも unwritten rule のお酒のやつある。何？怖いな、なんかアメリカの。外飲むときは茶色い袋に入れる。
That's a rule. 外で飲んだらあかんからな。Yeah. 隠して飲むってことやもんな。そう。なんで今ちょっとだけ迷ったの？いや、な隠してるもん。隠してる。だけど思うじゃん。隠してても、茶色い袋イコール酒やん。だから本当は隠してないじゃんってなってるやん。まあ、それって、警察と警察じゃない人の、お互いのちょっとあるリスペクト。言ってることちょっとわかります。そう、警察はもちろん外飲んだらダメだけど、かっこいい警察は見逃す。それかっこいい警察なんや、それが。いいやつ。いいやつなんや。そうなんか見えたら動かないとダメじゃん、警察って。わかる、わかる、めっちゃわかる。そうだからあっちも考えてくれてる、こっちもだったら何もしない。はい。だけどうんこ野郎の警察は全然行くから。クソ野郎のことうんこ野郎って言われちゃう。でそこからいちごミルクとか自分のやってるショート動画を出すな。それさ、私めっちゃわかんねん、その感覚。そのルール破るなりのマナー守れよっていうことやろ。Yeah。なんかわかる。じゃあ休むとき。OK。じゃあ例えば私が昔ちょっとやっちゃってたんやけど、じゃあね、あんたにも迷惑かかってんねんで、ちょっとネタ合わせ休みたいとき。OK。めっちゃゲームしたかったときやってんけど、そういうときもあったんや。今は違う。OK。1、2年目のとき。OK。で、休む。でも、じゃあごめん、頭痛いから休ませてほしい。って言うやん。結構言うな。あれも使いすぎよ、お前。ほんまんときもあるから許して。OK。で、ゲームするで休むって言いました。じゃあ SNS は投稿しないとか。違う。もうそれはバカかバカじゃないかだけだよ。それルールじゃねえよ。でもなんかそういうことやん。言ってることは、破るんやったらそれを破るのためのマナーを守るというか。OK。キャッチさせない。向こうにキャッチさせる理由を作っちゃいけないやん。私も SNS 投稿したら、いやお前嘘やんけっていうのを出しちゃってるやん。それをさせないっていうとこまで分かって、悪いことやれよっていう。でも正直、それあげても、俺その時は日本語読めないから X 全然Twitter 全然やっててもセーフだったよ。ありがとうちゃうわ。1、2年目の時やもんな。Yeah。OK。unwritten rules か。警察の話で思い出した一つ。これ unwritten rule っていうか、知ってたら損はしない。気になる。それは教えて。アメリカって線を大切にするの。何おもろ。こっからここはお前んとこなみたいなこと。Yeah。ほんまに？ Yeah。本当アメリカのだるいなんかコメディなんかフルハウスとか見たり、しょうもないの、それいつもやるの。ライン、線を引いて、いやこっち側はお前の、こっち側は俺の。あるあるなの。その線を、OK。だから、最近の、俺結構好きだったアダムスファミリーの Wednesday。アダムスファミリーの Wednesday 大好き。一つの最初、ルームメイト会うときにやったやん。やったわ。こっからここは私のやってたこの、爪の女の子、ウルフの女の子の方はこっちねみたいな。やってた。そうだから俺たち線を引くのが好きで、よく例えば運転してるときにこの州の線はちゃんと見えるもん。だからその4 corners って言って何やったっけ？ニューメキシコ、ネバダ、アリゾナとコロラド、わかんないけど4つの州が角が1ポイントで当たる場所があるね。でそれを寝転んで同時に4つの州に入れるの。なるほどね。でそれを的にかけたっていう。だからなんか線がでかくて、でアメリカってフロントヤードあるやん。家の前の庭ね。そう。あるある、確かに。でそれはまだ自分の家に入るの。その家の敷地として自分の家の中ですよってことか。そう、パブリックじゃない、プライベートプロパティ。はい。分かった。そう。私有地や。そう。だから、
そのフロントヤードで酒飲んでたら、外だけど、家に入ってるから、その普通に未成年じゃなければ普通にそれは OK なの。外で酒飲んでるってことにはならないんや。そうそうそう、それはお前のまだハウスだから。はい、面白い概念やけどな。はいはい。でもこのサイドウォークあるやん、みんなが歩くところ。歩道、家の前の道な、歩道な。Right? で、前の庭とサイドウォークが当たる線があんねん。はい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 。で、汚い警察はこれやんねん。これがルール。はい。目の前のフロントヤードで酒飲んでる。で、警察はまだ何もできない。で、警察が、ちょっと君、ちょっと話したいことがある、おいで。で、歩いてて、一歩がサイドウォークに入った瞬間、もうバーンって来て逮捕すんねん。なんでなん？その線越えたから。お前が読んだんやん。そう。警察汚いじゃん。汚い。いや、その話もあれやで。警察が汚いっていうのを主に持ってるっていうのも。いや、俺、ピーするよ。unwritten rule。もう一つ、この、unwritten rule。暗黙のルールな。そう。もうみんな知ってるフレーズ。P 入れるよ。F the police。P the police。その、警察嫌いなんやな。そう。あれがあるある定番。なるほどね。もちろんいい警察おる。Of course。もちろん。But、オーバーオール。大雑把で言うと、F the police。そういうことするから。そういう意地悪やんな。もう完璧意地悪やんな。Yeah。それして何の得があんねやろな。しかもそれ軽い方だよね。もっともっとやばい事件何個もあるけど、そういうことをするから。そう。警察、なんかあるあるが、そのいじめてた人、ボリー。はいはい、いじめっ子が警察なんの。へえ。そう、簡単に慣れて銃持ってパワーもらえるから。正義感が強い人がなるわけじゃないんや。それもいる。でも少ない。だからそう、いじめっ子が大人になって警察なんのが多いね。最悪やん。もう Yeah, exactly。 権力持ったあかんやつが持つやん。いいよそんなあるあるなんや。そうだから線を守るルール書いてないけど、でもそういうのはいっぱいある。へえ。じゃあこっからここまでは警察手入れないけどみたいな。でもワンステップ入ったらもうバーンって入ってきても OK。嫌やわ。Yeah。めっちゃ嫌やわ。警察のルールで言うと何やろうな。まあ警察じゃないけど、まあ暗黙のルールのねつながりでいくと、OK。風営法。damn。あいうえおのなんか6個目のやつに聞こえた。何それ6個。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、ファフェフヘホ、何言ってた？風営法。Yeah, see? ちょっと聞こえないそれ。聞こえない。私もこれあんま詳しくないんだけど、日本ガールズバーとかさ、結構あるやんか。 I like the sound of that。 歌舞伎町とかいっぱいあんねんけど、じゃあキャバクラとかと何が違うか。キャバクラやったっけな、なんかさ、その確かにそういう水商売って何？ water work？ 水商売っていうねん。そういうキャバクラとかホストとか、まあ、なんかお酒が入る商売のことかな。私もちょっと由来知らない。OK。まあそういうお店を出すにはちゃんとその届けで、このルールを守ってますっていうので出さなあかんねん。I see。でそれをちょっとかいくぐる方法があって、で例えばガールズバーとかはなんか、一緒の席に座ったらそのちゃんとした届け出を出さないといけないの。働いてる子がお客さんと座ったら一緒に席に座ったら、その届け出が出てなかったら犯罪ですよ。犯罪っていうかそのやっちゃダメなことしてますよ。だからガールズバーとかはちゃんとその机を挟んで女の子が向こう側にいるっていう。I see。 それでその届け出を出さなくてもなんかできますみたいな。それがガールズバー。一緒に座らなければ
そう Girls bar でなんか私はなんかで見たことがある。じゃあ俺中目のバニーバーあれガールズバーなんだ。バニーバー、Yeah ガールズバーっぽい2階にある You know what I'm saying? Yeah 行ったら会えるじゃん。焼肉屋の上にある。どこやねん。前働いてたバーの近かった。Anyways まあでもそういうそのガールズバーなんだ。 OK まあ暗黙のルールなんちゃう。結局はだからさ破ってないやん。True ルールを破ってないから何もできないんじゃない。 OK その破るなりのマナーは守ってるというか、また戻ってくるけどそれなのかもしれん。Yeah 英語だと We say loopholes ルポー Loopholes Yeah Loopholes ルポー何か分からへん。Loopholes 穴そのちょっとポールLoophole ルポーそのなんか紐をなんかちょっと紐をだってちょっとキュッてやったら時々紐ってなんかくるってちょっとなるやん、それが loophole ちょっと、面白い。一緒の言い方すんねや。抜け穴ちゃう。多分日日本語も多分一緒の表現。日本語だとめっちゃエロく聞こえたんだけど抜くで反応すなと前もなんかで反応してたぞBut yeahそう、loopholes ルポな。Yeah 抜け穴、そうそう、法の抜け穴やわ。Yeah それだよね今言ってたそれ Yeah そうまあ言ったらパチンコもそうやな、ちょっとちらっと前も言ったけどねえこの unwritten rule、知ってる？何？アメリカ人って買い物しながら食ったり飲んだりいいの商品を絶対あかん。そうそのまだ買ってない商品をショッピングしながら開けて食っていいの飲んでいいのクソ行儀悪いなDude いいんでもだってレジ通してなかったらいいの？そうだから空っぽの缶をピッてすんの最後。なるほどね。そうだからアメリカまあ日本と違くて、広いじゃん。もうお前一生それ言い続けんねんなもう本当だからもう、ずっと言い続けるけど今事実、今ボケスタイルで言ってない、もう普通に事実と言ってだからそのグローシャリーストアその買い物の店がものすごくでかいね。スーパーな確かにめっちゃ広い。もう通路が広いもんな。そうそんなにコスコよりちょっとちっちゃいぐらい、本当にでかくて、だからショッピングが時間かかんのでその間にもうポテチとか開けてそのスプライトとか飲んでもいいの。我慢しろよ1時間2時間やろ。どんだけ長いっつってもさそんなおらんやろし。Yeah 家で食え。そうでもそれがlike unwritten rule like それ OK なの。でもなんかいいね。逆になんか信用してていい。Yeah まあそういうちょろいことをする人もいるよ。それが OK だから。その食べてそのまま出ていくとかな。Yeah まあ言ったら万引きやもんな。そうやってな。ごめん忘れてた。なんかそのキャンディーのラッパーをスニッカーズのラッパーをポケットに入れちゃって食べた後忘れてないくせにな。Oh yeah What you know ちょろいやつ you know 日本でそんなやったらマジで怒られるな。Yoだからそのレストランとかレストランじゃないファストフードマクドナルド、バーガーキング、チックフィレイ。3つ目知らんかった。なんでウインクすんの？いや、やっぱ俺の中で3つ目が知らないの出そうかなって、やっぱ引っかかった。よかった。ソーダの場所って飲み放題じゃないんだけど、飲み放題 OK なの。どういうこと？日本のマックってさ、飲み物ってカウンターの後ろやん。そうそらそう。アメリカって飲み物のがカウンターのお客さん側なの。どうすんの？何自分で入れんの？そうだから注文した時に L サイズのドリンク、からのコップが来んねん。はい。で注文した後その空のコップを自分でチャーって入れんの。めっちゃいい。そう日本です。あれタコベル。いやそうだからアメリカはどこでもほぼ。まあどこでもいやでも多い。でそれはまあ一杯。right でも飲み放題その時はいやそうなるやろそら。君の国やと特に。Yeah freedom でも一杯って言ってんねや一応。Yeah でも入れるやん。 But it's okay
なんかでじゃあ店員さん見つけてももう何も言わへんねや。言わない。何その暗黙の飲み放題。その日本人ってバイトしてる人は働きすぎと思う。真面目すぎんねや。なんかバイトの人が、注意するよな。日本ってなんか真面目すぎ。バイトなのに。確かに責任感あるわ。いや、アメリカ人バイトの値段くれるんだったらこの値段の仕事する。その考えはとてもいいと思う。Yeah。だから私は逆に言うと、こんだけ働いてんねんから日本は金をくれって思う。Yeah。そっち。逆に自分はちょっと手抜いて。手抜かへんから金くれ。頼む。なるほどね。そういう暗黙のルールもあんねんな。いや。他の暗黙のルール。ちょっと待って、でももう時間がだいぶ来てるね。最後私がさ、電車の暗黙のルールと、教えて。電車乗るときはリュック前にするとか。Yeah。これ暗黙のルールじゃない。なんか。True。まさしく。True。ただこれも今、日本では議論になってて、電車乗る、特に日本で満員やからさ、いつもな。電車を乗るときリュックを前にすんねん。Yeah。でも結局前にしても、この前後のスペース、変わってなくないって。これマジでもう一つの理由があると思うねん。俺それ本当に外国人の目線からしたら、日本って痴漢の問題あるやん。ある。それをした方が自分をちょっと守ってるって俺は感じたの。男の人としてな。Yeah。それはその通りだと思う。で手を置く場所もあるし。そう。You know what I'm saying? Like、このためプラスなんか一石二鳥。はい、素晴らしい。一個前のやつ。Yes。プロバーブの時のやつね。いやでもほんまそう。私はそれだからめっちゃ賛成派やねん。リュック前にする。でも実際その鉄道会社が勧めてるのは荷物は手で持ってくださいやねん。足元に置いたらそのスペースはちょっとちっちゃくなるやん。この体の上のとこの。だから下にやってくださいなんだけど、私は絶対持った方がいいと思う。その下にしたら余計痴漢に間違われる可能性あるやん、男の人。やしかも手なかったら何すんねん。持つ場所ないしな。せやで。だから私はマジでリュック前にしていいと思う。で女の子もそれ言ったら前は隠せるからさ、危なくないやん。お尻は丸出しやけど、でもそういう一石二鳥があるから私は全然前派やと思う。いい暗黙のルールやと思ってんで。I see。後ろにあるよりは。確かにそれもう考えずに俺もう慣れたからやるな。そのルックを前にすんね。Welcome to Japan。何やねん。混んでない時もやるのがちょっと恥ずかしい。確かに。俺慣れすぎやん。自分で突っ込んでんねや。そうね。もう最後話していい？いや日本人ってさ、結構早めに行動するやん。早めに行動。OK。例えばじゃあ待ち合わせ時間5時ですってなったらだいたい5分前ってしてたりするやん。やろ？ 5 分前失礼。そう、それさ失礼ではないねんけど、これが失礼になるのを私は留学行った時に知ってん。OK。どういうこと？ホームパーティーに呼ばれて、5分前に行こうとしててん。そしたらそのホストファミリーがダメって、ホームパーティーは5分ぐらい遅れるぐらいでちょうどいいって言われて。その通り。そう、これが私の知らない暗黙のルールやってん。びっくりした。当たり前に今言ったやん、失礼って。でもそのこっちの感覚としては遅れる方が失礼やからびっくりして初めて行った時。面白い。でも今やったら分かる。準備できてないもんな。とかなんかみんな遅れてるからが当たり前やな。そうだから遅く行ったら多分ちょうど準備 OK な。しかも英語でフレーズがあんねん。fashionably late。 何？ファッションナブリーレイト？ fashionably late。 おしゃれな遅刻？そうやっぱアメリカって
そのぐらい遅れた方がそのかっこいいとかのフレーズがあるから fashionably late と、普通に like rude late 失礼なレートのなんか難しいんだけどこれ unwritten rule そう上手い人は上手いねん。これが暗黙のルールや。これ持ってるか持ってないかも。そのセンス。Yeah 例えば俺の友達マイク、全然持ってないもうあいつも失礼な方をずっとやってる。遅刻しかない。リアル遅刻。ダメだね。おしゃれな遅刻じゃないと。でもう一人はなんかもうぴったり時間来る。ちょっとダメ。早すぎ。Yeah. It's like yeah. Like fashionably late できる人は like お前うまいな。はパーティーがベスト。パーティーね。パーティーが一番いい感じ。なるほどね。パーティーでちょっと遅れてくるのがいいっていうね。Yeah. 重役出勤みたいなね。日本でそういう言い方があんねんけど、ちょっと遅れてくるっていう。偉い人は遅れてきていいから。そうみたいなね。ごめん、それで今偉い人って言ったやん。今俺テレビ見てて、びっくり、俺ありえないことを見ちゃったの。何？これだけなぜかって聞きたい。ポリティシャン？政治家で偉い人が普通にみんななんか喧嘩したり話してんのに、普通に寝てんの。I was like, what? Hold on. I was like, yo, hold on. お前ミーティング中寝てんのって日本人に聞いたら、いやあれ偉かったら寝ていいの。I was like, yo, hold on. Hold the phone. 恥ずかしいでしょ？恥ずかしい何その unwritten rule？ ルールマジおもろい。ルールでもなんでもないわ。シンプルにシェイムや。Maybe 恥や。全然ルールちゃう。その国会で普通の会議で Yeah, he's just sleeping. まあ普通の会議ではまあ偉い人とかあるかもしれんけど、国会で議員が寝てんのはマジで恥ずかしい。ごめんなさい。いや、英語で一番でかいフレックスと思った。That's a flex. 全然違うわ。フレックスはなんか力の見せ方。そんなことない。That's a big flex. ミーティング中寝る。ちゃんと参加しろ。Gangster.